皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日も元気に過ごしてらっしゃいますかね？私が住んでいるところは今日すごくいい天気なので、すごく私も気分がいいです。朝からジムに行って、そして公園を散歩してきました。皆さんもいい朝を過ごしてくださいね。そして今日のポッドキャストもゆるーくお話をしていくので、もしよかったら日本語のリスニングとして最後まで聞いていてくださいね。今日お話ししていくのは、私の朝の過ごし方についてです。朝の過ごし方。で、私は前々から朝5時に起きますっていう風に言っていたんですけど、実は最近5時に起きないといけないっていう風に考えることをやめました。どういうことかというと、だいたい5時には起きるんですけど、やっぱり朝からアラームを5時にかけて、5時に起きないといけない、そうやって義務感を感じること。義務感っていうのは、やらないといけない、何かをしないといけない、強制的なイメージです。で、なんか朝からそういう気持ちを持ってしまうと、どうしても一日のスタートがちょっと、なんていうのかな、やだなとかそういう気持ちになってしまう方が多いと思うんですね。実際にこの前の動画のコメントでも、朝早く起きれませんとか、朝早く起きるの苦手って言っている方がいたので、朝すごく早く起きたとしても、幸せに、ゆったりとしたリラックスした気持ちで一日をスタートする方法、そういったことをお話ししていきたいなと思います。なので、朝早く起きれないとか、朝早く起きたい、そういうふうに考えている方、ぜひぜひ見ていってくれると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、早速お話ししていくんですけど、まず最初に、私は昔はすごく起きるのが遅かったです。全部ギリギリ。9時とか10時とかに起きる時もあれば、お仕事の時も割とギリギリに起きて、急いで準備して電車に乗る。そういったことをしていたんですけど、ある時にもう少し朝ゆったりとしたい。ゆっくりとちょっとリラックスした感じで、もっともっと落ち着きたいなって思ったんですね。もっともっと落ち着いて朝を迎えたい。そういうふうに思いました。なので私は、その最初の頃、アラームをかける。やっぱり、急に9時起きから5時起きは無理なので、9時から8時、そして8時から7時、7時から6時、6時から5時みたいな感じで、少しずつ朝起きるのを早くしたんですね。そしたら、やっぱり体って慣れるんです。どうしても急に3時間も4時間も変えるっていうのは体にもストレスがかかるけど、30分ずつとか1時間ずつとかだったらそんなに別に大丈夫なんですね。案外体が慣れてくれる。なので結構朝早く起きてみたいけど全然起きれない。そう悩んでいる方はまず焦らずに少しずつ朝起きる時間を変える。そういう風に試してみてほしいです。そしてやっぱり朝早く起きるようになると、すごく時間ができるんですね。例えば朝からちょっと本を読むとか、朝からお散歩に行くとか、朝からゆっくりご飯を作るとか、ちょっとドラマ見ようかなとか、そういった風に本当に自分の一日が少し長くなったように感じます。
なので私は本当に朝起きれるようになって良かったなって思うんですね。そして朝早く起きるとやっぱり眠たいし気持ちがどんより暗くなってしまう方もいらっしゃると思うんですね。でも、私的におすすめの朝の過ごし方があります。例えば、勉強するときも、ちょっとストレッチするときも、朝ごはん食べるときも、本を読むときもそうだけど、BGM がすごくおすすめです。BGM って言っても、やっぱり朝からヒップホップとかロックとかを聴くっていうのもいいと思うけど、私はローファイミュージックとか、あとジブリの音楽とかですね。YouTube でジブリ BGM みたいな感じで調べると、ゆったりとした音楽がたくさん出てきます。なので、朝からちょっとリラックスしたいなっていう方には、すごくおすすめです。ちなみに、後ろにもね、私、パソコンの、こなんて言うんだろう、ディスプレイ画面にしているのは、仮暮らしのアリエッティです。仮暮らしのアリエッティ。これはね、本当に可愛い物語なので、もし見たことがない方がいたら、ぜひ見てみてほしいです。そして他にもおすすめな BGM があって、これは私が正直一番おすすめ。動物の森です。動物の森。ジャズの音楽とかもあるし、朝聞くことによってすごく気持ちが落ち着くんですね。しかも YouTube とかでその動物たちの映像、動物の森っていうゲームの映像と一緒にすごくゆったりした音楽を聴くことができるんですね。BGM とか。なので、どんな曲を聴けばいいのかなとか、朝から落ち着ける曲ないかなとか、探している方は、ぜひぜひ動物の森 BGM とか、動物の森リラックスとか、そんな感じで調べてもらったら、いい曲がたくさん見つかると思います。それが私の幸せに過ごす方法ですね。素晴らしい朝を迎えるとてもおすすめの方法です。で、私はこの音楽を聴きながら本を読んだり、ちょっと仕事したり、勉強したり、そんな風にして過ごすんですね。で、これをすると本当に心が落ち着くので、すごくおすすめです。やっぱり朝起きた後って一番大切だと思うんですね。朝を幸せに過ごすと、その一日ずーっと幸せに過ごすことができるので、とってもおすすめです。で、もう一つ私のおすすめのものがあるんですね。朝すごくおすすめのこと。これはラジオ。私はラジオが大好きなんですね。で、私いつも朝からジムに行くときは、車でラジオを聴きながら行くんですけど、もし日本に住んでいる方がいたら、特におすすめなラジオがあって、もし日本に住んでいる方、近畿ですね。奈良とか大阪とか京都とかに住んでいる方にすごくおすすめのラジオがあります。それは FM 心っていう76.5だったかな。ちょっと待ってくださいね。周波数っていうんですかね。76.5です。なので、FM76.5 にすると、FM 心っていうラジオが聴けるので、もしよかったら、そのね、聴ける場所に住んでいる方、朝からぜひ聴いてみてください。たくさんいろんな音楽が流れるので、本当にね、新しい音楽を知るきっかけにもなるし、落ち着くこともできるし、しかもラジオの人ってハキハキと日本語を喋るので、きっと皆さんのリスニングにも役に立つと思います。なのでもし FM 心を聞ける場所に住んでいる方は、ぜひぜひ朝から聞いてみてくださいね。
もし皆さんが聞いてくれたら、皆さんと一緒に同じ時間にラジオ、同じ音楽を聴くことができるので、なんだかすごく素敵ですね。すごく朝から幸せになれそうです。なので皆さんももし気になる方がいたら、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。これが私の朝の過ごし方。朝を幸せに過ごす方法です。で、最初にも言ったように、やっぱり朝5時に起きないといけない。そういう義務感はなくすこと。それがすごく大切だと思います。まあ、5時に起きれたらいいかなとか、6時までには起きれたらいいなとか、そういう最初はゆったりとした感じで始めてもらえたらいいなと思います。そうすることで起きたかった時間に起きれなくてもネガティブな気持ちになることはないので、すごくおすすめです。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日私が紹介した朝の過ごし方以外でも、もし皆さんにとって大切な素敵な朝の過ごし方があれば、ぜひぜひ教えてもらえるとすごく嬉しいです。今日もいい一日をお過ごしくださいね。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。